漢字って似ている字が多いですよね。読み方がいくつもあって難しいなぁと感じていませんか？今日は漢字の成り立ちや漢字を覚えるコツについてお話しします。少しでも漢字を楽しく簡単に学ぶお手伝いができたら嬉しいです。漢字は遠い昔に中国から日本に伝わった文字です。日本の文化や生活に合わせて変化し、今の形になりました。今の日本では3種類の文字が使われています。ひらがなとカタカナと漢字です。ひらがなとカタカナは文字一つ一つに意味はありません。文字と文字を組み合わせて言葉を作ります。でも漢字は一つ一つの文字に意味を持っています。漢字を見ると文の意味や何を表現したいかがすぐにわかります。例えば、ひらがなで書いてあるより、漢字を使って青空が広がっていると書いてある方が、青い空がどこまでも続いている様子がすぐに思い浮かびます。漢字は土地の名前や人の名前に使われる漢字、日本で作られた国字など、全部合わせると約8万字あると言われています。でも安心してください。まずは普段の生活でよく使う常用漢字を覚えましょう。常用漢字は2136字です。思ってたよりだいぶ少なくなりましたね。ちょっとやる気が出そうですか？ただし、漢字は読み方が2種類あります。それは日本で作られた読み方の訓読みと中国から伝えられた読み方の音読みです。日本で作られた訓読みの特徴は漢字一字で意味がわかることです。発音を聞くとどの漢字なのかがわかります。また、訓読みには漢字の後につけるひらがな、送り仮名を必要とする読み方があります。中国から伝わった音読みの特徴は、中国での発音が元になっていることです。発音を聞いただけでは、どの文字かわかりません。読み方がんで終わるものは音読みになります。音読みは送り仮名を必要としません。次に漢字の成り立ちについてお話しします。漢字は大きく4種類に分けることができます。それは象形文字、指示文字、楷意文字、形成文字です。象形文字は見た目の形を元にできた漢字です。体のパーツや自然を表す漢字が多いです。指示文字は形として表現しにくいことを点や線、指を使って表した漢字です。楷意文字とは2つ以上の象形文字と指示文字が組み合わさっていて、元の漢字とは別の意味を持つ漢字です。形成文字とは意味を表す部分と発音を表す部分を組み合わせてできた漢字です。常用漢字の約60%が形成文字です。例えば、ご飯の飯という字は、意味を表す字が食、発音が飯です。食の意味を食べると知っていれば、食べ物に関する漢字だと考えることができます。この4種類の象形文字、指示文字、楷意文字、形成文字の見分け方は、漢字が分解できるか、分解できないかです。分解できる漢字は、楷意文字か形成文字です。
分解できない漢字は象形文字か指示文字です。さらにポイントは、形成文字が常用漢字の約 60% あることです。元の漢字の意味と発音をそのまま組み合わせて作られたのが形成文字です。元の漢字さえ覚えれば、形成文字は意味と発音がなんとなく想像できると思いませんか？残り 40% の象形文字、指示文字、会意文字は合わせて約900字です。どうですか？ 8 万字だと思っていたら2163字になりましたよね。さらに、しっかり覚えるのは900字でいいと思うと覚えられそうな気がしてきませんか？次は漢字を覚えるコツをお話ししますね。漢字を覚えるときには、まず読み方を覚えます。それから書き方を覚えましょう。書くときには、お手本を見て書く。お手本を見ないで書く。間違いを直す。正しく2回書く。このくらいでいいです。長い時間かけてたくさん書くのは大変だし、1日だけ頑張ってもすぐに忘れてしまうからです。それなら少ない回数でたくさんの文字を毎日書いた方がしっかりと記憶に残っていきます。そして書くときは書き順を必ず確認して書きましょう。漢字の書き順には大体の決まりがあって、基本的には左から右、上から下です。書き順は早く正しく書くために考えられているのです。覚えると間違いが減ります。そして他の漢字と組み合わさった時にも書き順は同じままです。ここまで聞いてきてどうですか？漢字を勉強してみようかなってなりましたか？漢字は形が似ているものも多く、書き順を覚えたり同じ読み方なのに意味が違う漢字があるところが難しいですよね。でも漢字を覚えると一文字で多くの情報を伝えられるようになります。読むときにも文の意味を理解しやすくなります。最近では駅や観光地の案内には英語や中国語、韓国語が書かれるようになってきているので、漢字を知らなくて困ることは少なくなっているかもしれません。でも街を歩いているときやスーパーでの買い物中、テレビの字幕、漫画には漢字がたくさん使われていて、振り仮名がないことも多いですよね。まずは漢字を読めるようになると、日本がもっと身近になり、さらに楽しんでもらえると思います。この動画を見て、漢字の勉強思っていたよりできそうだなって思ってもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。